どうもこんにちは、藤井武雄です。今回は個人でオンライン講座を、始める、実際に、売っていくなら知っておくべきことを3つご紹介します。今回これから、自分が個人として何か人に教えていきたい、オンラインで講座を売っていきたいって場合に、必ずこれを頭に入れておいた方がいいっていう3つ厳選してお話をしようと思ってます。非常に重要なことだけを話します。では本題に入っていきましょう。個人でオンライン講座を売るなら、まず知っておくべきこと3つということなんですけども、オンライン講座を個人で売ろうと思うと結構不安を感じますよね。っていうのも、やはりですね、なんだろう、例えば、自信というか、自分の内面的な問題だけど、そもそも自分の知識にお金を払ってくれる人がいるのかとか、自分の知識がお金になるのかってことですよね。あるいは、例えばオンライン講座を始めるにしても、最初の、始める資金としていくら必要なのかとか、どのくらいかかってくるのかとか、実際それって本当に事業としての収益性があるのか、要は稼げるのかって不安。要はこういったところ、要は見えていないからこその不安ってものがあるはずなんですよ。特に個人だったら特に怖いのは、オンライン講座をネットで売ったらそれがなんかネット上で悪い評判になって書き込まれるんじゃないかっていう不安がありますよね。なんか昨今だと誹謗中傷とかってことが問題になってますけども、やはり、今のネットの時代だと、誹謗中傷や悪口がネットに簡単に書き込まれる時代です。で、例えばそれはオンライン講座だけではなくて他の話にしてもそうで、スーパーで働いているレジの、人、スーパーのレジで働いている人の名札見て、その人の名前から、ネットに書き込んで、〇〇スーパーの〇〇は相当、レジ打ちが遅いとかって、個人の悪い評判とかが簡単に書かれていたりするような時代ですから、こんなネットで自分の、例えば顔出しだとか実名だとかで、オンライン講座を売っていくっていうのは相当な怖いことだと思うんですよ。で、そういうことを踏まえた時に、いろんな不安があると思うけど、それら全てを解消したい。この今見ていただいているあなたのこれからオンライン講座を始めていくなら、この不安を全て解消した上で始めてほしいなっていうふうに思ってるんですね。っていうことを考えた時に3つに厳選すると、いくつかあるんですが、オンライン講座を売る段階でまず1つ目覚えておいてほしいのは、完璧である必要はないっていうことです。完璧である必要はない。これからなんか事業をしていくにあたって、多くの人がなんで最初の成果が出ないのかとか、いうことを悩む人がいるんですね。要はオンライン講座を売ってみたけどなかなか売れないとか、全然1個も売れないっていうふうに嘆く人がいたりします。あるいは、オンライン講座、これから売っていきたいんだけど自分だと売れないなって思ったりするかもしれない。で、そういう人はですね、私がよく見ていて思うのは、彼らに共通するのは完璧主義者なんですよ。要は、自分の商品1個も売れないっていうのは、全て切り詰めてから完璧にしてから商品を売ろうとしてしまうから時間がかかってしまって、なかなか販売に至れないと、切り出せないっていうケースめちゃくちゃ多いです。全てオンライン講座もできてるんですよ。アウトラインもできてるし、どういうことを教えるかもできてるし、プラットフォームを契約していたりするんだけど、どういうふうに売るのかとか分かってるんだけど売れないっていうのは、まだまだ私のオンライン講座が出来上がってないから、これだと売れないっていうことに陥っているとか、あるいはこれから売ろうとしてるけどなかなか、それが進まないっていうのは、なんとか完璧に仕上げてから、それをパッケージにして売りたいっていう人が多いんですけど、これは大きな間違いで、私がですね、オンライン講座を作った段階も同じように完璧主義者でした。完璧に仕上げてからお客様にお届けするっていうことを考えて作っていたんですけど、ただですね、これ重要な思考として完璧主義である必要はないです。要は、まだ出来上がりが、未熟であってもまずは出せってことです。オンライン講座の、アウトラインを作って、ひとまず動画を撮って、それを、できたらすぐにもうオンライン講座として上げてしまうんですよ。で、もちろんそれだと、不完全、未完成だ。自分が納得できないってことはあるでしょう。でも出すんですよ。出して、そこからさらに修正をしていけるんです。まずは売らないと。売ることが、一番大事なんです。売って、最初の受講生を集める。受講生のフィードバックを聞いて、過去に作ったオンライン講座をブラッシュアップしていく。
補正をかけていく、修正していくっていうことが大事です。これから個人でオンライン講座を売っていく、作っていく段階であれば、これはぜひ頭に入れておいてください。完璧主義である必要はありません。そして2つ目ですね。これ多くの人が悩むのが誹謗中傷です。これは対処できます。個人がオンライン講座を売る際に覚えてほしいこと、2つ目が誹謗中傷は対処できるってこと。不安だと思います。特にこれから個人で、企業ではなく個人で一人でオンライン講座を売る場合、自分の名前がネット上に上がってなんか悪いこと書かれたら嫌だなとか思うかもしれないけど、そもそもですね、100人中100人に好かれることはないです。100人人がいた時にあなたのことを100人中100人が好きになることはないし、大体で、例えばもうそのうち6割ぐらいはあなたに対して無関心なんですよ。残り4割の人で2割があなたのこと好きで2割の人はあなたのこと嫌いでっていう。この比率ってのはそれぞれ、絶対的なものではない。もしかしたらあなたの見せ方によってはさらにあなたのことを好きな人増えるかもしれないけど、基本的にどちらにしてもあなたのことを完全に好きだっていう人は100人中100人ではないっていうことはまず頭に入れようとし。だからこれからどんなことをするにしても、どんな生き方をするにしても、オンライン講座を売るにしても、売らないにしても、あなたのことを好きな人、嫌いな人っていうのは確実に分かれるし、無関心な人の方が多いんですよ。だからそう考えたときに、どういうことをしようとも別に人に嫌われることってのはまずは認めてほしいなって思います。認めるのは厳しいかもしれないけど、ここを割り切らないと何もできないっていうことがまず一つ。そして、誹謗中傷というところで言うと、明らかに事実無根のことに関しては、これはですね、ちゃんと、訴えることができますと。で、訴えるまではいかなくても、本当に例えば、なんか変なレビューサイトに、あなたのオンライン講座はクソだった、詐欺だったとかって書かれたら、それに対して、侵害措置請求とかっていう、書面を出して、それを消してもらうこともできるんですよね。で、大抵の人はそれで消してくれますし、で、よほど変な見せ方をして、売らなければ問題ないです。誹謗中傷に関して言うと。っていうのも、誹謗中傷される理由ってそもそも辿っていくと、売るオンライン講座の品質が悪いっていうことなんですよね。あなたの売るオンライン講座の質が悪いってことです。つまり、良いものを作っていくようにブラッシュアップしていけば、そんなこと書かれないわけですよ。で、特にこの、約束ってのを大事にしてほしい。オンライン講座を作って、そして売る段階で、私のオンライン講座はこういう問題解決ができますよっていう約束をしたなら、実際にあなたのオンライン講座でその約束を履行できるように守ってください。つまり、例えばダイエットのマイナス10キロできますよ。3ヶ月間でマイナス10キロできるオンライン講座ですよみたいなことを約束したなら、3ヶ月で本当に10キロ痩せられるオンライン講座を作るように努力をしてください。そうするとですね、この約束を守るように作っていくことが大事で、ネットになんか悪い評判を書かれるっていうのは大体この約束を守ってないから、そもそも守る気がないものが大体悪い評判を書かれてるんですよ。なんか例えば、できもしない約束してるケースありますよね。誰でも簡単に、月何百万稼げますよみたいな、そういうことを約束してもそれは無理じゃないですか。無理ですよね。この約束っていうところで、約束を履行できるように講座を作り上げて提供していくってことが大事です。そうすると誹謗中傷はありません。で、あったとしてもそれに対して対処することができるので、事業としてしっかりと営んでいただきたいなっていうふうに思ってます。で、3つ目ですね、個人で講座を売るなら気をつけるべき、知っておくべきことの3つ目っていうのは、顧客視点、顧客に寄り添うということです。これちょっと綺麗事のように聞こえるかもしれません。お客さんに寄り添って講座を提供しましょう、作りましょうっていうと、少しこれ別にそんな言葉として、あまり重要度は低いなっていうふうに思うかもしれません。ですがこれ本当に重要で、特にあなたにお金を払ってくれる人ってのは問題を抱えていて、その問題を解決するためにあなたにお金を払ってオンライン講座に受講します。つまりあなたのオンライン講座に受講する人は何かの問題を抱えているわけですね。その問題解決を手伝ってあげたいという思いで、オンライン講座を作り上げていってほしいんです。そうすることが、先ほど言った誹謗中傷にならない、しっかりと、高い評価を得られるオンライン講座に結びつきます。
やはりですね、この最初の約束って話をしましたけど、オンライン講座でこういうことをできますよと、こういう問題解決できますよ、こういうものが手に入りますよって約束ってのは、まさにここなんですよね。顧客が本当に求めているものを提供すること、この約束を守るように作り上げていく必要があるんです。いいですか？ここをですね、ぜひ覚えておいてほしいなと思います。で、今ちょっとざっと話してきたんでまとめると、この、個人でオンライン講座を売るなら覚えておくこと、まず一つ目が、完璧である必要はないと、修正はいつでもできるっていうこと。それから2つ目に、誹謗中傷を気にするな、対処できるということ。そして3つ目に、常に顧客に寄り添えということです。で、特にですね、この、完璧である必要はないっていうこの1つ目っていうのは、やはりこれからオンライン講座を個人で始める場合、一番最初、絶対に頭に入れてスタートをしてください。本当に完璧主義である必要はありません。私の場合ですね、ある程度アウトラインが固まって、一回動画を撮ったら、それをですね、もうアップしてすぐに売り始めます。プレローンチっていうか、先行販売という形で販売します。で、その際に販売ページには、まだ未完成です。この講座は、およそ1ヶ月間で完成しますっていうふうに、書きます。で、ぜひですね、これはフィードバックくださいねみたいなことを言ってから販売をしてます。で、完璧に仕上げてから売ろうとするともう旬が過ぎてるんで全く売れないんですよね。オンライン講座を売る際には、この、不完全、完璧ではなくたとしても、まずは売ってみる。で、最初の資金を集めていくっていうこと。で、そこからどんどんブラッシュアップをしていくってことをぜひ、頭に入れてください。今回は個人がオンライン講座を始めるために、そして売るために、覚えておいてほしいこと、3つ紹介しました。これからもしオンライン講座を始める場合、わからないことがあったら、ぜひ私の方にコメントいただきたいなと思います。ブログのコメント、もしくは YouTube のコメントでもいいです。コメントいただければ、できる限り回答していきますので、ぜひコメントいただければなと思います。ではまた、次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。